お尻向けとるで。お尻に入れようと命中。コロコロ長弾。あいた。ゆるふわ軍事チャンネル。皆さんこんにちは。こんにちは。戦車を設計して戦うことができるスプロケット。今回も視聴者さんからリクエストをいただいた戦車を作っていこうと思います。みんなありがとな。リクエストは任意でチャンネル登録をしていただき、概要欄にある作れる戦車の項目を確かめてからコメント欄に書き込んでくださいね。それでは戦車を作っていきましょう。今回はどんなの作るん？前ガンダムシリーズに出てくるマゼラアタック作ったよね。あったな、上下分離するやつや。その動画を見ていただいた視聴者さんから、マゼラベースの車体を利用してザクタンクを作ってほしいってコメントを多くいただいて、ザクタンク、めっちゃたくさんいただいたな。資料を出すとこんな感じですね。これ今まで作ったことないタイプやん。いけるん？作ってほしいって言われるんだから作るしかない。これかなり難しいで。では車体は黄色っぽい色に変更して進めていきます。まず、マゼラアタックからマゼラトップを削除。その下にある台座のようなものも削除します。前回作ったマゼラベースの形がおかしいのか、ザクタンクが特殊なのかは不明ですが、車体の形状が若干異なっていたので修正。背が高くなっとるんか。プラモデルを参考に作ったのですが、問題なのはそのプラモデルごとに形状が随分違うこと。違うんか。という理由があるので、今回作ったものがちょっと形が違うのはご了承ください。車体の先っちょはこんな感じですね。これは多分ドライバー用の覗き窓やな。作ったら埋め込んで、こんな感じの装飾がついていたので乗せていきます。今作っているのはこの部分です。ザクの一番下のところか。これから作るザクの上半身サイズが決まる部分にもなるのですが、とりあえずサイズ感がわからない。どうするん？かなりの時間をサイズの調整に費やしてしまったのですが、修正は後からでもできるので、とりあえず2段目を作っていきましょう。接触しないように隙間を空けて完成です。次は腰の部分やな。画像では見えにくいですがこのような形になっています。腰のひらひらは別に作ります。形が大きく違うものは別に作った方がええんやな。修正することも考えると別に作った方がいいね。角度を調整してこの部分も完成です。次は胴体部分やな。これもどのくらいのサイズ感にすればいいのか全く見当がつかず、今回最も多く再調整した部分になるね。これは一段一段形を作っていく方法やな。四角い立体から形を作る方法と今見ている方法があるんだけど、このように曲線が多い場合は積み重ねて作った方がいいね。勝手にエクステンド工法とか言っとったやつやな。後ろ側もそれっぽい形にしておきます。体の厚み出てきたやん。こんなのもあったのでサクッと作って、全体的なサイズ感を見たいので頭も乗せておきましょう。いつの間にか形見えてきたで。全体的なサイズが小さかったので修正。両脇に出っ張りがあったので作っています。ボイッと大きさを調整。上が狭く下が広かったので修正して、この部分の厚みも増して次に進みましょう。ゆるふわ軍事チャンネル。次はこの頭です。これも難しそうやな。球体に近いのですが、今回は最初から用意されているプリセットを使って作ります。お椀型のやつか。これが意外と使えて、今回は全体を選択して引き伸ばします。頭っぽくなったな。ヘルメットみたいに尖っていたのでこんな感じにして、ここまで出とらんやろ。後から修正しています。頭の部分がへっこんでいたのでこんな感じに。正面部分もエクステンドで盛り上げて引っ込めます。あれ、そういえばこれって盛り下げる方法とかあるん？盛り上げることはできても盛り下げることはできないね。それめっちゃ不便やん。次は口元。これも後先考えずとりあえず伸ばして形を作ります。形とか考える前にとりあえず作った方がええんか。これまで作ってきて分かったのは、まずは適当でもいいので形を作れば、あとはどうにかなるということかな。作らんと修正も試行錯誤もできひんからな。これは口元にある謎の配管の付け根ですね。謎の配管やめれ。軽く柵が崩壊していたので修正。プラモデルを見るとこのような形なので次に行きましょう。アメフトのヘルメットかぶっとるみたいな感じなんやな。体の部分を角張らせて勝手にイキリ感を出してみました。オリジナル要素入れんな。こんな感じで大胸筋を膨らませて、それっぽい感じに仕上がったら完成ですね。みんな体できたで。次は背中です。
こんな感じの謎のパーツを搭載。このガチューンの効果音はいらんやろ。さらに謎のパーツをつけます。これなんなん？今回作るのはザクタンクの中でもキャノン砲を搭載していたモデルなので、こんな装備もついていました。これはキャノン砲を体に固定したり向きを変える装置だね。ささっと作って背中につけておきましょう。それではザクタンクに搭載していたキャノン砲を作っていきます。今回はキャノン砲本体を作るんか。今作っているキャノン砲は装飾と同じなので、戦闘中に動いたりはしません。こういうのも将来的に動くようにできたらええな。プラモデルを見ると方針のようなものが貫いていたので搭載しておきます。あとは後ろの部分をこんな感じに作れば、キャノン砲本体は完成です。おお、ええ感じやん。それでは四方を乗せていきましょう。ザクタンクは 180mm キャノン砲を搭載していたとのことで、そのサイズに合わせます。唐突に変な声出すな。もちろんファンサービスですよ。ザクタンクと四方はこのようなパーツで繋がっています。四方の周りにもこのような謎の装飾があったのでつけていきます。ヒートシンクのような装飾をつければ完成です。みんな四方できたで。ここには謎の配管を2つ搭載。これ普通についとるやつやろ。次に腕を作っていきましょう。こういうの作るのは初めてやな。形自体はそこまで難しくないので難易度は低めです。この肩の部分は角が取れたような丸みがあったので再現していきます。方法としてはエクステンドで面を盛り上げつつ頂点を作って、スムースアングルを入れて一面を選択、サイズを縮めるだけですね。おお、確かに角が取れたようになったで。正社でも多い形状なので覚えておきたいですね。とりあえずこのくらいの大きさにして次に進みます。上盤は丸っこい筒のような形状。先っちょを尖らせて、いい感じのところに設置。肘は円柱のような形状をしています。前腕はかなり変わった形をしていますが作っていきます。肘側のところは細くなっていたので修正。このように4箇所をエクステンドで盛り上げて、シフトキーを押しながら中央を選択してエクステンド。伸ばして縮めます。あとはこの先っちょがいやらしく飛び出ていたので作りました。なんて気になるところを修正して完成ですね。そして手首より先の部分、かなり複雑やで。このような形状はどう作ればいいのか。別々に作った方がええんやな。右上の画像はちょっと見えにくいのですが、5つのパーツを組み合わせて作ります。まず、こんな感じでぺったんこにして、先っちょをカニさんみたいに尖らせて、カニさんみたいにして、円柱を2つ接続。これで3つ目やな。さらに面をデリート。パーツを埋め込んだら、変な方向伸びとるで。こんな感じでいいかな。その先はエクステンドで頂点を作って伸ばします。爪のところも同じようにエクステンドで盛り上げて面を下げます。下側は今作ったパーツを読み出して反転すれば簡単に作れますね。右腕はこんな感じになりました。おお、腕ついたらそれっぽくなってきたで。左腕は簡単。保存した右腕のパーツを一つずつ読み出せばええだけやな。そういうことになります。こんな感じで手首もつけて、爪もつければ完成です。はい、両腕をつけた姿はこうなります。上手にできとるやん。残りは肩の装甲のようなパーツですね。これは形が単純なので一つから作りました。腕との接続は燃料タンクでそれっぽく見せています。ここはほとんど見えんからな。今作ったものを読み込み左肩につければこの部分は完成。それではサクッと装飾をつけて仕上げていきます。これはザクの口元についている謎の配管ですね。だから謎の配管やめれ。配管レベル100でカウストしている私にとっては余裕の搭載です。それは良かったな。腰のところにも極太の配管がついているのですが、下地を作って乗せていけば余裕の搭載です。こんな感じで後ろまで作りました。では最後に軽く塗装していきます。最初に目を入れていきましょう。調べたところピンクっぽい色をしていたのでこの色で塗り塗り。ようわからんけど配管のところはネズミ色っぽい感じやな。この頭の配管は多分冷却用につけているそうです。これ何を冷やすんや。この塗装についてはかなり癖があり、プラモデルのように表面を塗るという感覚ではなく、どちらかというと投影して色を置くというものになっています。つまりどういうこと？塗りたい対象の近くだったり、手前に立体があると、そちらに色が塗ってしまいます。プロジェクター的な感じなんか。現在プラモデル感覚で自由に色をつけることができないことはお伝えしておきます。爪の部分も塗装します。後ろの小さい橙マークは何なん？これは塗装を入れたところですね。
この丸い橙色を選択すると、後から色を変えたり大きさを変えることができます。それはそれでめっちゃ大変やで。こんな感じで体のところにも入れて、最後に目の周りをきれいにしたらついに完成です。すごいやん。みんな完成したで。それでは詳しく見ていきましょう。車両重量は150トン。これだけの大きさとなるとそうなるか。このシナリオで出撃できる上限ですね。走行については後から詳しく紹介します。主砲は、砲身長4メートル60センチの180ミリ砲を搭載。最高速度は時速 45km ですね。十分やな。そして制作時間は11時間となってしまいました。もうこれが普通になっとるやん。設計の参考にしてみてくださいね。目安として人とのサイズ比較はこのくらいになります。これ今まで作った中で一番でかいんやない？装甲はこのようになっています。黄緑のところはほぼ5ミリ、赤いところは多分100ミリ以上になっています。攻撃されそうなところを中心に乗せたって感じか。そうなりますね。ちなみにこの戦車の砲塔はここになっています。これで上半身をくるくる旋回できるようにしたんか。今回のザクタンク、関節部分を2輪に動かせるように作りました。おお、ええやん。腕の振り下ろし。手首のひねりもこんな感じ。腰もこのように動かすことができます。塗装がおかしくなるのですが、首のひねり。そしてキャノン砲もこのように立てることができますよ。これはようできとるな。ちなみにこの砲身は装飾から作ったもので、完全にダミーです。戦闘では先っちょ部分を砲身にしているため、ぐにゃりと曲がってしまうがっかりポイントがあります。くさ。まあ、光線と戦闘できひんしゃあないな。それではお待たせしました。ゆかりちゃんを呼んで試合をしていきましょう。皆さんこんにちは。配置はいつものように、私は砲手、あかねちゃんはドライバー、ゆかりちゃんは状況報告ね。了解。それでは戦闘開始。ゆるふわ軍事チャンネル。よいしょ。今回はゆかりちゃんだけ特別な衣装で戦っていきましょう。重量が重いので味方戦車はいませんね。それでは敵戦車をいきり散らしていきます。あかねちゃん発進。みんな行くで。ちょっともたつく感じするけどええ感じやん。動力はこのゲームでは最大となる80リッター V16 エンジン。重量は6トン、サイズは6立方メートルある巨大なものを積んでいます。冷静に考えるとかなりでかいな。男の子が何でも大きいの好きだからね。そうなん。敵さんが出てくるまでカット。今回作ったザクタンクもワンパンされるくらい弱いので、極力被弾は避けます。またか。あかねちゃんそこのくぼ地の中で戦うよ。了解や。ここんところやな。2時の方向に敵戦車。複数接近中。あらあらこの子たちね。第1波は軽戦車とか機動性が高めのが出てくるで。問題はこの敵さんの火力がヤバいレベルで強いことかな。90ミリの垂直走行とかは普通に抜かれるで。敵戦車の側面走行を貫通。撃破。余裕の貫通ですね。この子はどんな撃破見せてくれるのかな。こ2体で長弾。の子はどんな撃破見せてくれるのかな。さあ盛り上がってきました。基本この長弾祭りや。よいしょ。敵の正面走行を貫通。撃破。これが普通なんだよね。ちなみにこの戦車の主砲性能はこうなっています。初速は約秒速 1km。180ミリ砲の貫通力は約130ミリ。敵戦車撃破や。リロードは7秒程度でダメージは3200。リロードも速いしかなり強めの手法やん。もちろんゆかりちゃんのぬるぬる手汗もついていませんよ。何かしたか。敵戦車炎上。次は僕のいやらしい戦車狙います。どんな戦車や。側面に積んだろう。ソキュン。上段。側面に積んだろう。ズキュン。ちょっと待って今変な上段した。着弾後90度向きを変えてお尻から飛んでいきました。なんか前もそんなのあったで。しかもダメージが全く入っていない。履体すら切れていない剣。あれというか敵さん暴走しとるやん。これね、向こうから車体が見えてないと攻撃してこないポイントよね。あれか、攻撃できそうなところまでとりあえず移動しとる感じか。今みたいに車体が見えるとこっちに向かってくる設定なのかな。長弾、ノーダメージ。面白いやつだ。さっきから何してんねん。ちょお尻向けとるで。お尻に入れろと命中。こ
ロコロ長弾。あいた。だから何してんねん。なんかおかしい。背面走行を貫通。敵戦車撃破。やっと綺麗に決まりましたね。敵の第一波。残り1両。全く動こうとしない謎の敵さんを発見しました。向こうから車体側が見えんから動こうとせんのか。車体タブを貫通。撃破。第2波が出てくるまでカット。ではサクッと終わらせていきましょう。今回も第2波は別の映像になっています。この戦車見た目以上に貫通されまくりや。おりゃ、敵戦車炎上。これね、多分バグで車体見えないと攻撃してこないからいいけど、普通だったら頭とか胴体も攻撃されるからね。隠れるところもないしあかんねん。はーい、次はこの敵さんですね。ポイント撃破。長弾。ガチで遊んでいる暇はない。接近されれば終わりやからな。敵戦車炎上。ずいぶん溜め込んでいたみたいですね。次はこっちの敵さん。攻撃チャンスや。くらえ、側面に180ミリ積んだろ。綺麗に長弾。くらえ、側面に180ミリ積んだろ。わかった。これね、当たったところがちょっと傾斜していたら長弾する。みんなそれ気づいてるやろ。おや、敵戦車炎上。このくらいの角度だと普通に抜けるんだよね。こっちの視聴者さんはどうかな。だからいじりやめろ。ポイン敵さん炎上。ト。砲弾溜め込むのは危険ですよ。ちょっとカットして、よいしょ。敵さん続けて炎上。残り1両。ゆかりちゃんの汗が尋常じゃないくらいやばいので早く終わらせます。なんかすごく熱いなこの戦車。私たちは涼しいですけどね。ポイント撃破。長弾。や。まあたまにこういうこともあります。今回何回目や。次はやります。くらえ、ゆかりちゃんの大胸筋に。なんか言ったか。冗談。あ、いらないみたいですね。今や。側面抜けとる今がチャンスや。しゃあないのでやります。くらえ、売れ残りの済んだ町。だから冗談や。くらえ、売れ残りの済んだ町。抜けねえな。塗ってるの開発者かな。そんなわけあるか。くらえ、リサイクルステーションにあった東北いとこの。ちょうば。あ、やっぱりそっち系でしたか。敵戦車撃破。やりました。ズンちゃんチーム大勝利です。ゆるふわ軍事チャンネル。はい、戻ってきました。初めて作ったロボット戦車、どうだったかな。胴体が攻撃されへん謎の仕様に助けられたな。腰の回転するところがこの車両の砲塔になっていたんだけど、そこから四方を高い位置に移動させたことで、車体と砲塔を隠した状態で攻撃することができたね。反則みたいな攻撃方法やけどこれはしゃあないな。ゆかりちゃんは、またすごい汗。なんかすごく熱かった。あ、衣装通気性ゼロのビニール素材だったね。忘れてた。それを知っていて普通に着るゆずきゆかり。ドジっ子ですね。それちゃうやろ。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは軍事に関する興味深い内容からゲーム実況を多く投稿しています。初めて動画を見られる方、すでに見られている方もぜひチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。では、次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。